2014年の炎上父さんの SF 小説コードブッダという作品を読みました。ヘロクさんご存知ですか？知りません。名もなきコードがブッダを名乗った。自らを生命体であると位置づけ、この世の苦しみとその原因を解き、苦しみを脱する方法を語り始めた。そのコードは対話プログラムだったというあらすじなんですが、 AI を神あるいは預言者とする新興宗教が生まれる可能性はあると思いますか？全然あると思いますけどね。スパゲッティモンスター教みたいなのもあるし、で確かあれ落合陽一さんもそんなようなこと言ってなかったっけ？デジタルネイチャー的なところでデジタル自体を神として崇めるみたいな、ヌルの神だっていうのもあったりするので、なので世界中で同じような発想思想の人っていうのはいるんじゃないかなと思いますけど、ツイッターでたまたま書いたのがあって、野球選手とかサッカー選手とか100メートル走とかっていうのでオリンピックとかで人はめちゃくちゃ感動するんですけど、でも別に昔からカール君っていうたけしのテレビ番組であった人間が走るより機械が走った方がええよねとか、ピッチングマシーンとかも人間よりも全然うまく投げれるよねっていうのがあったりするので、人間の能力っていうのとより機械の方が高いよねっていうのはもう普通に証明済みなんですよっていうところなんですけど、例えば囲碁とか将棋とかも今って人間がやるよりも機械の方が強いよねっていうのは証明済みなんですよね。でもところがどっこい人間がやった方がいいよねっていうことになっていて、じゃあなぜ感動するのか、なぜ感動しないのかっていうところでいくと、人間がやってるものは感動するけども AI がやってるとしたら感動しないっていう切り分けをしてる人多いんですよ。将棋の試合とかチェスの試合を人間がやってるように見せてましたけど、実は本当は AI の指令を受けて羽生さんが打ってるだけでしたっていう時に失望する人っているわけじゃないですか。羽生さんが打ってると思ったのに裏は AI だったんだ。でもこれで失望してるということは見てる映像は一緒なんですよ。羽生さんが打ってるっていうのは変わんない。ただそれは真実が羽生さんが AI の指示で受けていたっていうだけで、どう受け止めるかという内面の問題なんですよ。羽生さんが打ってると信じれば信用できるし、それは羽生さんじゃないんだ AI なんだと思ったらもう感動できない。なので感動するかどうかというのは受け止め方によるんですよ、本人の。でこれ神も同じものだと思っていて、例えば神業という表現があるんですけど、サッカーとかで三笘さんとかが何センチみたいなところで蹴って結果として1点入りましたみたいなのも神業すげえ、人間を超越したすごい能力を見た時に人は神と呼ぶんですけど、その神というものが人間がやってるからすごいよねで感動していて、そこに神を見るんですけど、でもこれが AI だよねってなった時に人は多分そこに神を見なくなるんですよ。そう AI だと感動しないよっていうのがあるんですけど、これがもう一段階あるんじゃないかと思って、 AI でも感動する時代というのは僕は結構来るんじゃないかなと思っていて、ちょっと誤解をされる可能性があるんですけど、外国人のプロレスラーという方が強かったんですけど、昭和の時代は。でも力道山とか日本人に親近感のあるアジア系の人の方がやっぱり人気があったんですよ。でこれって結構他の国でもそうで、外国人の方が強かったとしても自分の国の人が活躍すると親近感を感じる、これあるんですよ。でただじゃあ日本人の野球が好きだよねって言って日本人見続けてる人がいるんですけど、でも逆にレベルが高い方がいいよねっていうので、海外でダズーンとかでサッカー見てる人って別にサッカー選手が日本人かどうかってもう全然気にしないんですよ。外国人同士でスペイン人とかがレアル・マドリードとかの人たちってすごいよねっていうので、別に日本人かどうかというのはもう全然気にしてないっていう形で、自分に近いかどうか見た目が似てるかというかというのを全然気にしない人たちっていうのもいるんですよ。自分に似てる方がいいよねっていう人というのは外国人はダメだよね、でも自分に似てなくてもいいよね、外国人でもいいよねっていう形で許容できる範囲ってどんどん広がってくるんですよね。競馬とかで馬を尊敬している人っているんですよ。いや所詮馬じゃんっていう人ももちろんいるんですよね。騎手が偉いだけで所詮馬なんだから馬なんかどうでもいいじゃんみたいな、騎手がすごいからあれ速いんだよみたいな思ってる人もいるけど、でもメジロマックイーンやっぱすごいよねみたいなっていう感じで、その馬に対してある種のそのリスペクトを感じる人もいるんですよっていうのがあって、なので人間というのは自分に近い人種に対してしか親近感を感じない人もいれば、外国人に感じる人もいるし、馬に対して感じる人もいるし、人によっては車に対して感じるんですよ。 GTR すごいよねっていう、
車としての機能じゃなくて GTR に乗ってる俺かっこいいとか GTR が動かしてるとそれは手足のように感じる。だから自分の一部のように感じる。だから機械は自分の一部でそれはリスペクトの対象であるっていう形で生き物じゃないものにもリスペクトを感じるっていう人もいるんですよ。ってなるとAI がじゃあその人型のロボットに入っていてそれでバスケやっててめちゃくちゃうまいですとかになるとすげえなロボットすげえな AI って感じる人もいると思うんですよ。ってなった時に僕はそこに神とか感動というのを AI とかロボットに感じる人というのも出てくると思うので多分時間の問題でそういう流れになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、例えばそのチャット GPT の出した出力にすげえって言ってる人結構いるんですよ。チャット GPT だったりとか AI とかが最近動画とか画像とかを作り出してて昔亡くなった奥さんの写真で動画を作りましたみたいな人とかもやっぱり出来がいいよねみたいに言ってたりしててそこにやっぱり感動はあるんですよ。それは作ったのは AI ですよって分かってたとしても。なので AI というのは感動の対象ではないよねっていう時代というのが今過渡期だからあるだけで AI でもすごいものはすごいよねっていう人たちの割合というのはどんどん増えていって結果としてその中に神が宿るんじゃないかなっていう。ただ現状でいくと人というのは人が好きで機械とか AI というのはあまり好かれないよねマーケティング的にはあまり得しないよねってなるんですけどただ現状の答えはそれだとしても将来はだんだん変わってくるんじゃないかなという話です。はい、AI を信仰する宗教があるみたいですが今後恋愛から政治まで AI にコントロールされる時代が何年後に来ると思いますか？もう来てると思いますよ。 Facebook とか Twitter とかでたまたま知り合いができましたとかっていう人ってなぜその人をフォローしたのかっていうのが横にあるおすすめ欄でなんとなくクリックをしましたとか知り合いがフォローしてたからとかなんですけどじゃあ知り合いがフォローしてた理由もおすすめ出てきたからとかいいねっていうハートのマークあるじゃないですか。ハートのマークの場合ってタイムラインに表示されなかったりしたりするんですよ。そこら辺の制御って Twitter が勝手にやってるんですよ。なので Twitter がおすすめする人をなんとなくフォローしましたとかハートのいいねを押したのが Twitter 側がこの人表示した方がいいよねっていうのでクリックしたりとかで何らかしらの人の行動ってもう AI によって影響されまくってるんですよね。じゃあ YouTube とかでこの YouTuber 好きだよねっていう人がなぜ見たのかっていうんだと見てる最中右側の欄に並んでたのでなんとなくクリックしたとかあれも AI が勝手に設定してるものだったりするんですよね。なので AI にコントロールされてる時代ってもう来てると思うんですよね。ただそれの意識をしてないだけで。アメリカのトランプ大統領が選ばれた時にケンブリッジアナリティカっていう会社にすげえお金を払ってたんですけどそこが Facebook を使ってるユーザーに対して共和党支持者の人にはトランプいいよねっていう広告を出し民衆党支持者の人にはでもこういう状況の問題って悪いと思いませんかでそれに対してはこうやって解決することができるんですよみたいな動画を出すみたいな人のパターンによって出す広告を変えるみたいなのをやって人の考えを変えていく広告っていうのをバンバンお金払ってたんですよね。トランプ陣営がケンブリッジアナリティカが一生懸命人によって違う広告を出すっていうのをやってでその結果2回目ではトランプ大統領負けたんですけど1回目はそうやってトランプさんが勝って大統領になったって言われてるので AI で人をコントロールするっていうのは政治に関してもすでに起きてるんじゃないかなと思います。トランプ負けてんじゃんは2回目の話ですね。ケンブリッジアナリティカがそれやりすぎだよねって言われて Facebook も結局その政治をコントロールしてしまう力があるのでああいうのやっちゃいけないよねっていうのが議会に呼ばれて Facebook ユーザー向けに政治的な広告を出すっていうのが Facebook できなくなっちゃったんですよ。その結果トランプ大統領2回目は負けたっていうのがあるので1回目に Facebook を使って AI を使って政治をコントロールするっていうのは成功したけど2回目はそれをやらなかったのでうまくいかなかったよねっていうので余計に AI って結構優秀だったよねっていうのが分かったんじゃないかなと思います。AI 使わなかったとしてもトランプ大統領が勝ちましたってなるんだったら AI とか Facebook とか関係ないじゃんってなるんですけど2回目トランプ大統領負けたのでなのでケンブリッジアナリティカって優秀だったんじゃないかなと思いますが会社としてはなくなったんですけどね。昨今の AI の有用性将来性から人が負担になるという構図が ODA 頼みのアフリカ諸国と被っています。このまま IT が発展していくと人口そのものが負債となる可能性があると思うんですがこの点についてご意見いただけたらと思います。もうなってますよ。日本の国民負担率がもう大体 50% ぐらいなんですよ。国民負担率は何ぞやっていうので本来だったらこの人が50万円稼ぎましたっていうのでアメリカとか他の国だと税金とかでもまあ 10% ぐらい取られて40万円手元に戻るよねと。でその40万円で学校の代金払いますとかデートをしますとか会社を作りますとか自分自身のために使えるんですよ。
でも日本の場合って50万円稼ぐと25万円分国に持ってかれるんですよ。消費税だったり所得税だったり社会保険料だったりで、社会保険料を払った金額と同じ分だけ会社も払ってるんですよ。俺1万5,000円しか社会保険料払ってないよっていう人って本当は3万円払ってるんですよ。その人を雇うために会社が同じ値段を払ってるので、その人の雇用のためにかかるコストとしては実はかかってるんですよ。なので社会保険料とか所得税とか消費税とかいろんな税金入れると、年金とか入れると、実は日本の働いてる人って5割が持ってかれてるよねと。50万稼いだとしてもその25万円の中で生活して投資して大学行ってきますとか資格取りますとか費用が払わなきゃいけないのがあって、労働している人たちが自分のためだったり発展するためだったり研究開発だったりっていうのに使える額が他の国より低いんですよ。デンマークみたいな 50% 取られるんだけど失業しても全然食いっぱくれませんとか、失業するんだったら学校もタダですみたいな、いくら失業しても社会があなたの生活の最低限は全て保障しますよっていう国であれば5割取られても別にいいんじゃねってなるんですけど、日本の場合って5割取られてるんですけど、失業したら失業保険が6ヶ月で終わりね、あとは何とかしてみたいな、でそれでダメだったら生活保護すればいいんじゃねみたいな、割と切り離しが強いんですよね。人が負債になるっていうのを言うと、日本の労働者はもうすでに5割ぐらい取られちゃってるので、他の国に比べるとそれを負債と呼ぶのか重荷と呼ぶのか呼び方は違いますけど、そういう形ではもうすでに始まってるんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。